ちょっと私英語の自信がないんです。私英語全然喋れないんですっていう方多くないですか？よく聞くのは、全然喋れない。全然喋れない。全然喋れない。とよく言われます。まあうちのカフェ、お店をやってるんですけども、アンドレさんと一緒にその方が喋ると、できるじゃん。めちゃくち全ゃ然喋る。ペラペラで、さっき喋れないって言ったじゃんと思いながらできるじゃん。僕もびっくりして、その前はできないって聞いてたから、大丈夫かな、ちょっとなんか喋れなかったらなんかフォローというか、ちょっとなんかお手伝いね。お手伝いやね、サポートしないといけないね。しないといけないかなとかいうのがあったけど、でもなんだそれってほとんど毎回ですよね。毎回言われて、ほとんど毎回やるね。ほとんど毎回ね、新しいお客さんとか、レッスンの生徒が来たら、そうほとんどみんなが、初心者ですとか、喋れないですというね。私ビギナーですっていう、でも全然ビギナーじゃないっていう方がね、多いですよ。本当に多いで。多いです。で、これって何なんだろうなっていつも思ってたんです、実は。OK。ちょっとわかる、実はね。ちょっと、長く日本に住んでるから、ちょっと理解してる。じゃあ今回のエピソードは日本人の世界に比べた英語のレベルについてお話ししていきます。イエーイ Hi, I'm Tomoya. Hi, I'm Andrea. Thanks for joining us, guys. でも日本人はなんでそんなに謙遜かなと考えてきたんですよ。いくつかの理由はあると思うんですけれど、一つ目は英語の喋る国々から遠いんです。やっぱアメリカから日本は遠い。日本からイギリスは遠い。日本からカナダまでは遠い。日本からニュージーランド、オーストラリアはまあ遠いですよね。なのであんまり直接の影響はない。あんまりない。ないことはないけどちょっと少ない。直接にね、たくさんのアメリカ人があちこちうろうろしてるわけじゃない。東京ならあるけど、あるかもしれないけれど。東京は東京の人はね、違うと思うけど。ちょっと違うかもしれないけれど、でも例えば東京じゃないところで、ほとんどどこ行っても日本人がほとんどですよね。それは間違いない。だからあんまり日本人が自分の国の中に英語を使う機会がないですよね、そもそも。もちろん映画とか、ビデオ、Netflix とか YouTube は今頃は見えて影響は入ってきてるんですけれど、それは最近ですよね。映画は前からあるんですけれど、最近まで YouTube とか Netflix とかあんまりなかったから、あんまり直接の影響はない。影響はなかった。なので自分の英語は使うチャンスがない、比べるチャンスはない。は一番大きいではないかな。なるほどね。やっぱり自分の英語はどれぐらいなのかっていうのもね、分かんないから。分かんないね。それが一つ目。一つ目ね。二つ目は覚えてますか？二つ目。二つ目はなかなかね、日本人はmodest。modest。モデストは謙遜する。あんまりね、自信があっても見せない。あんまり自慢しないね。できますよみたいな感じの人はほとんどいない。できてもできないっていう。できそう。むしろ逆のこと言うね。なんかできるよっていうことは、なんかちょっとなんかこう自慢してるよって感じね。そうですよね。だからそれは多分文化的の問題というか話題ですよね。文化的ですね。文化的の考え方。DNA に考え方ね。刻まれてるからね。だから例えばアメリカ人で、私が日本語を勉強してきて、自分と同じクラスの、アメリカ人たちが日本語を一緒に勉強してるんですけれど、みんな日本語できますよって言うけれど、実際にはできない。でもできますよとはっきり言う。What do you think? 僕がどう思うか。Why do you think Japanese are so modest? なんだろうね、自分で言うと、できますって言って、できなかった時に攻撃される可能性もあるじゃない？攻撃いうかあの人すごい英語できるよって言ったのに、なんか間違ってるじゃんみたいな
あんまり攻撃はしないけれど。まあでも陰で言うだろう。言ったり、陰で言うだろう。そういうとか、で、まああの人できないじゃんとか。やっぱ恥の問題？恥ずかしさの問題？恥ずかしさじゃないかな。で、まあ僕も実際にそういうこと言われたことあるし。そうですか？ありますあります。あの人できないじゃんみたいな。誰に？いやまあ僕たちうちの英会話カフェやってるんですけども、その中に来てくれたお客さんの中でもね。誰かに言われたんですか？誰か言われた普通に言われた。はい、まあ直接ではないけどなんかメールかなんか人づてに。失礼じゃん。できますよ、ちなみに。英語できますよ。完璧にはできないけど。完璧にできない。で、完璧に、外国人はね、アメリカ人特に、カナダ人、オーストラリア人特にね、完璧さは求めてないんですよ。よく考えたら、カナダ、オーストラリア、アメリカは、移民からできている国々。だから私たちは、まあ、ネイティブとは言いながらネイティブじゃない人たちとよくしゃべる。例えばアメリカの、まあ、私が出身地の辺にベトナム人が多い。あとスペイン語系の人だからメキシコから来た人とか、セントラルアメリカ、サウスアメリカだから中南っていうセントラルアメリカ中央アメリカ中央アメリカとか、南米、から移民してる人が多いなのでスペイン語がメインでしょ、だけど喋るともちろん相手がスペイン語の訛りとか単語わからなくてもまあなんとか通じる。私たちが想像してこの人は何を言いたいのか想像してジャンプはできるけれど、だから完璧さは別に求めてない。移民いろんな国から来てるなので、だからしゃべる時は完璧じゃなくていいです。完璧じゃなくてもいい。完璧じゃなくていいです。ちなみにもう一つ僕なんだろう以前言われたことまあなんか書かれたことなんかそのあーとかザーがついてないって言う時に喋る時にそれは日本人に言われた？日本人に言われますね。言われてましたね。で、もうその時はすごい落ち込んだけど、まあそうですか。そのおかげでまああとザの使い方をね、まあちょっと磨いたっていうまあ言われたから、勉強ちゃんとしようみたいなのはあるけど、でもまあ言う流れでまあ聞こえない時もまああるじゃないですか。そうですよね。だからそこをこうなんだろう疲れていくとこの人はできないんじゃって言われるとなんかすげえやっぱそういうのがあるからやっぱり自分は初心者ですよってハードルを下げておいた方が、安心だから間違えた時に私は初心者なんで、何にも責任はないよっていうね。なるほど。間違えることが当たり前だよっていうね、防衛線を張るっていうのはそれもあると思いますね。なるほど。いや話を聞くとまあ例えばね女性が女性に厳しい、女の人は女の人に厳しい、同じように日本人が日本人に厳しい。けれどまあ私ネイティブのね外国人が例えば日本人と話してとかさ間違えてとかなくても通じるでしょ、で通じなかったら聞くが私が確認しますどっちとか、聞きますこっちの方から聞きますので、大丈夫ですでも日本人が日本人に厳しいから日本人が日本人に厳しいねそうかもしれない、っていう僕はそういうのがあるからやっぱりみんな僕たちのお店に来る人もしくはその英会話学校に行く人たちは自分のレベルを初心者ですビギナーですなるほどっていうのかね。なんか今話しててそういうね、いろんな思うところがありましたけど。なるほどね、まあでもねやっぱり世界のEnglish learner ね英語の生徒英語の習ってる人たちと比べたら日本人は結構高い方ですよ。どの国でも
英語喋るときに訛りがあるんです。アメリカ人でも訛りあります。American English の訛りがあるんですけれど、イギリス人も訛りがあるんですけれど、それぞれの国はね、英語を喋るときに訛りそれぞれあるんですけれど、日本人の訛りもあって、それでもいいんです。OK。訛りがあっても OK。訛りがあることが恥ずかしいって思っちゃうけど。ですよね。でも完璧な英語ってないんです。そもそも完璧な英語って何と人によってはね、そういったどこかな、まあ中央なんかそのニューヨークの英語がニューヨークでも訛りあるよ。まあでもアメリカン・イングリッシュのまあスタンダードアクセントとか、まあイギリスも多分あるんだと思うんですけれど、スタンダード・ブリティッシュ・イングリッシュはあるんじゃないかなと思うんですけれど、まあもちろん目指していいんですよ。でも完璧にならなくても大丈夫。ただまあ日本人が訛りがあまりにも日本語っぽくて通じにくいんだったらちょっと困るんですけれど、ある程度訛りがあっても大丈夫です。今回のエピソードの結論で言うと、自分に自信を持って英語を喋ろうぜっていうことだね。Yes. Yes. 自分がもう英語できるよっていうね、もう気持ちでみんな言ってほしい。ですよね。できますよって言わなくても一応自分の心の中に思っててください。思っておいて全然損はないですね。誰かに英語できますかって聞かれたらできるよ外国人の人にね。Yeah, I can speak English. Yeah, pretty well. 完璧ですよじゃなくて、ママ、I can speak English pretty well って十分でない。もしそういうね、ちょっと私できないわって思ってる人がいたら、ちょっと参考にしてみてください。ぜひぜひ。はい。That's all for this episode. We hope you guys gained some confidence. If you like our videos, be sure to subscribe to us here on YouTube. We're at Crosstalk Eikaiwa, and we appreciate your support. このビデオがいいと思ったら、高評価、登録ボタン、ベルマークももしかしたら押しちゃってみてください。それでは次回のエピソードで See you in next episode. Bye guys. See you.